皆さんこんにちは、ケケです。今回は、黒竜迎撃で登場した飛行機2種類の紹介です。今回の飛行機には、無限翼、透明化を使用します。無限翼の取得方法はこちらを参照していただき、透明化のさらに簡単な方法と、QR コードは動画の最後にまとめて紹介するので、そちらをご参照ください。それでは紹介していきます。まずはじめに、戦闘機の列線から紹介していきます。無限翼を前後に1枚ずつ、計2枚使用します。透明化したビルドは操作する前に、ウルトラハンドで触っておきましょう。そうしないと空中に留まって動けません。離陸後は急激に上昇する動きをしますが、操縦桿を斜めに接着しているため、手を離してしまうことはありません。水平飛行をするにはこまめにスティックで飛行姿勢を調整してください。ビルド全体を小型化しているため、旋回性能は通常のビルドよりもかなり小回りが利くと思います。スピードは通常サイズと変わりませんが、機体が小さいために相対的に速くなっているように感じます。着陸もこのようにできます。次は連雲の紹介です。では、爆撃機の連雲を紹介していきます。無限翼は前方に1つ付けております。ゾナニウム消費はトータル60個と重めです。戦闘機よりは大きめの機体になっています。小さく作りすぎると飛べなくなってしまいました。それでは乗ってみましょう。爆撃機らしく鈍重で、離陸には比較的長めな滑走距離が必要です。もし翼が地面に吸って動かない場合は下に台車かソリを敷くといいです。旋回性能は多少大きい分大回りになりますが、フルサイズで作ったものと比べると小回りが効きます。また上昇性能もあまり良くないので、迂回上昇などする必要があります。ここは戦闘機とは明確に性能差が出ましたね。着陸も問題なしですね。次は簡易的な透明化の説明です。では簡易透明化の手順の説明です。まずは縦にフロックス化というブリッジを施していきます。ゲルド地方の大砂漠、シワカマの祠にはアップします。この近くにいるモルドラジープさんを活用していきます。シワカマの祠に着いたらミネルさんを呼び出します。ここで盾をミネルさんのスロットに仮接着していきます。やり方は、盾を装備して、装備した盾をポーチから出し、盾に向かってスクラビルドを構えます。この時に Y ボタンからプラスボタンをほぼ同時押しします。するとこのように盾のあった場所が緑に強く光ります。これが成功パターンになるのですが、この場合はそのままメニューを閉じれば仮接着ができています。このように盾がミネルさんに接着されずに落ちます。この他にも成功パターンが2つあって、Y 速プラスをした時に、このように緑の線が出ていたら、メニューを閉じずにマイナスボタンから冒険の記憶を2回閲覧します。記憶を2回見終えたらメニューを閉じると、仮接着成功です。そして3つ目のパターンがこちら。
盾のあった場所が光らずに盾が残っている場合、記憶を1回だけ見てメニューを閉じます。これで成功です。仮接着できたら盾を拾い、モルドラジークさんのいる砂原まで向かいます。この辺りで操縦桿を取り出し、着地したら操縦桿の近くに盾を取り出します。そして操縦桿を操作して、モルドラさんに捕食されるのを待ちます。そこじゃないのよ。はい、捕食されたら R ボタン連打でダイブします。そして盾に戻れ子を当ててみて反応がなかったら成功です。反応していた場合失敗なので、仮接着からやり直しです。そしたらミネルさんに乗って、盾を仮接着したスロットに何かを接着します。接着できたら垂直な壁を背にして装備中の盾をポーチから出します。さらに別な盾を装備して再度ポーチから出します。ここでは取り出せないとなり、盾が合成された状態になります。これでワープで持ち出しができるようになります。適当に1から村に来ました。何か適当な盾を装備してポーチから出すと、2枚盾が出てきます。ウルトラハンドで掴めない方が先ほど作成したフロックス盾なので、この盾を拾います。ここからフロックス状態を武器に移植していきます。適当な武器をポーチから取り出しておき、盾を合成していきます。壁を背にして盾を捨てます。ここでは取り出せないとなれば OK。適当な盾を装備しておきます。片手剣を装備して構えながらスクラビルドを構えます。そのまま盾にスクラビルドからポーチを開き、装備盾捨て盾装備。これで2つ盾が落ちてきます。盾と武器の装備を外しておきます。盾に武器がくっついているのですが、武器を拾って捨てるとその場に留まります。そしたらウルトラハンドで掴める方の盾をロケットで遠くまで飛ばします。これで OK です。そしたらウルトラハンドで掴めない方を拾って、ポーチから盾捨て盾装備、装備盾外し、これで合成状態にします。あとは適当な盾を装備して何かをスクラビルドします。これで盾と浮いている武器の接続を断ち切れました。適当な盾を装備してポーチから出すと2枚出てくるので、ウルトラハンドで掴めない方の盾を一番最初に取ります。そしたら近くにワープします。ワープしてきましたら先ほどの浮いている武器のところに行きます。装備している盾を捨てて、浮いている武器を拾い、武器にスクラビルドします。そしたらポーチから武器捨て武器装備、武器外しで合成します。できたら適当な武器を装備して、クイックメニューから武器を取り出します。すると透明になった武器と普通の武器が落ちるので、透明の浮いている武器を拾います。この状態になれば素材を透明化できます。方法は簡単で、武器にスクラビルドしてウルトラハンドで掴むだけです。このように透明化できます。もう一度やってみましょう。はい、簡単に透明化できました。あとはブループリントで再現すれば、透明化が適用された状態で再現できます。ただ注意点として、
透明化してしまうとウルトラハンドやモドレコに一切反応しないので、組み立てる直前に透明化を施すといいです。またこの透明状態の武器でため攻撃をすると、落ちます。なので組み立てる直前に透明化をして、ため攻撃はしないように気をつけましょう。それでは最後に QR コードの紹介です。ご視聴ありがとうございました。